にちは。こんにちは。今回は次々叶う人は思いがまっすぐです。いやー、面白そうですね。どういうことでしょうか？どういうことだと思いますか？あれかな。次々叶う人はブレてないっていうか、思いがブレないっていうことではないでしょうか。ちょっといるるさん。はい。最初から正解言っちゃったら開始30秒でこの動画終わっちまうよ。当たったんですね。すいません。いや、いいんです。というのもですね、確かにそうで、思いがぶれないということなんですけれども、潜在意識なんていちいち知らないでうまくいっている人たちっていっぱいいるんですけど、結局はブレてないんですよ。でね、めぐるはうまくいっているたくさんの人を見てきて、まっすぐという表現がぴったりだなって思うので、今日はその話ができればと思いました。はい、まっすぐ。はい。例えばですね、めぐるが昔一緒に住んでいた友達の A ちゃんがいます。で、彼女はカメラマンになるって決めてたんですね。で、今はめちゃくちゃ稼ぐ有名カメラマンになっちゃったんですけど、めぐるはまだアシスタントしてる頃から知ってたわけです。はい。それで、まっすぐだなと思っていたわけです、ずっと。で、どうまっすぐかというと、自分のありたい姿に対してまっすぐだったんですね。今、言語化すると。まっすぐでいるとどうなるんですかね。そこなんですよ。まっすぐでいるっていうことは、その前にありたい姿が明確じゃないとダメじゃないですか。で、彼女は超明確だったんですね。で、それが人物を撮影すること。しかも海外を飛び回って著名なモデルさんたちとアートな感じの写真を撮り続けたいみたいなのは10代の頃から明確に持っていました。なるほどね。でもアシスタントの時からいきなりそういう撮影はできないわけですよね。はい。でもアシスタントの時から誰につくかはある程度自分で決めるんですよ。というのも、目当てのカメラマンに作品が気に入られなければアシスタントすらなれないわけですけど、でも彼女の場合はあり方が明確だったから、例えば風景で一流のカメラマンだったりとかさ、あるいはその物を撮ることを物撮りって言うんですけど、物撮りのカメラマンさんの下で働く選択肢っていうのはそもそもなかったんですね。なるほどね。それは面白いよね。あり方が明確だとその後の意識の向き方が変わるっていうような感じなのかな。そうです。いつも褒めれんでは潜在意識はそう思うからそうなる。これを恋愛に当てはめると、彼とラブラブと思うから彼とラブラブになるって言い方をしますよね。はい、そうですね。はい。で、そう思うの方、彼とラブラブという思いの方を大切にしてくださいって言ってるじゃないですか。はい、そうですよね。で、私の友達はそんなこと誰にももちろん教わってないんだけれども、結局思い。この場合は海外を飛び回って著名なモデルさんらと一緒にアートな写真を撮るっていう明確な思いがあるじゃないですか。で、このうち最も強い思いはアートな写真を撮るっていう部分で、彼女は論理的に話すようなタイプじゃないんですけど、アートな写真を撮るのは自分の最大の自己表現だみたいなことはもう当時すでに言ってたんですよ。まさにあり方じゃないですか、これ。そうですね。すごいね。20代の前半でそうなる人もいるんだね。もうかなり強い思いでしたね。で、めぐるも被写体になってさ、雪の降り積もった近所の公園で雪にさ顔をうずめた写真撮らされた記憶があるんですよ。寒そう。で、寒いなんてもんじゃないんですって、雪なんだから。で、しかも真っ赤なリンゴも持たなきゃいけなかったんですよ。だから真っ白な雪とさ真っ赤なリンゴが確かにコントラストとしては綺麗なんですけど、それより寒いって感じだったんですけどね。とにかく話を戻しますと、こういう感じでありたい姿にまっすぐだったんですよ、彼女は。あり方にまっすぐってことは脇目も振らずみたいな感じなのかな。そうですね。あと、もうそうなることが分かってる感じもすごく強くありましたね。
もうそうなるから海外飛び回ってアートの写真を撮りまくることがもう分かってるから、今できることをやる。だからチャンスらしきものが来た時にスイスイ波に乗る感じだったんですね。なるほどね。すごいよね。そういう人ってエゴが出るとか、もう無理かもとかはないのかな？将来に対する不安は全くない感じでしたね。これからどうなっちゃうんだろうっていう話は一度も聞いたことがなかったです。あと、これ以上はね、ぼかしながらじゃないと話せないんですけど、仕事でトラブルというかね、機材に関しての要望を出されたことがあったんですよ。こうしてほしいみたいな。で、その時に彼女は、いえ、これが私のスタイルなので、と、ピシャって断ってて、で、それゆえに仕事がなくなったりもしてたんですけど、でも彼女のアートの写真を撮る、それが私の自己表現なんだからっていうあり方とさ、これが私のスタイルだからっていうのは、もう見事にブレがないわけですよ。それはすごいな。だって仕事を依頼する側からの要望ってなんかそのまま受け入れる方が柔軟だし、その仕事が長く続くっていう可能性もあるわけじゃん。はい。だからあり方なんですよ。私のスタイルと違うことを言われた時に、パッと思いに照らし合わせてスッと断れる。あり方ってそういうものなんじゃないかと思うんですね。もちろん彼女は潜在意識なんてしてたわけじゃないですよ。でもどう考えてもあれはあり方ですごく明確だし、そしてまっすぐだったなと思うわけです。なるほどね。そうだね。あり方や思いにまっすぐっていう話で言えば、めぐるのもう一人の仲良しの男性の方もまっすぐだって言ってなかったっけ？言ってました。あの人もやばいです。彼の場合は成し遂げたい研究があるんですね。で、そうなるんだって思ってから、10年ぐらいかけてそこはもう到達しちゃったんですよ。で、この辺もね、ぼかしまくりになっちゃうんですけど、彼の場合は、著名な会いたい人がいると必ずほどなくして会えるっていうもう超強運があるんですよ。なんであんな会えるんだろうっていうぐらい思ったらすぐ会える感じなんですね。へえ、なかなか会えないような人も。はい。例えば海外在住のこの著名人に話を聞いたら自分の研究に活かせるのにみたいなことがあるとするじゃないですか。そうするとそんなこと言ってから数ヶ月もしないうちに一度も来日したことのなかったその人が日本にやってきて、なおかつ知人がその人と知り合いだったとかいうオチもついて、で彼と食事するけど一緒に行くみたいに言われて話する機会をね、得に行くとかそういうことがとにかくやたらと多かったんですよ。なるほど。すっごいミラクルのように感じるけど、それがある意味当たり前のような人なんだね。そうですね。なんか長い付き合いですけど、彼を見てるとまさにまっすぐという表現がぴったりだなってこの間も改めて思いましたね。なるほどね。それは成し遂げたい研究があってそれをするんだっていう思いにまっすぐってこと。そうです。何が何でも俺がやるんだ、第一人者になるんだみたいな感じでいるんだけど、彼の場合はただまっすぐで、俺はこうなるんだっていうあり方の上にドンとあぐらをかいて座ってる感じで、そこから全然動いてないように見えるんですよね。なるほどね。それはまさに叶った立ち位置からは動かないみたいな感覚かな。そうですね。ドンと居座って全然そこから動かない。なんか自分のいるその場所から物事が勝手に動いていくことが分かってんのかなって思うほどです。なるほどね。でもその人も潜在意識には興味がないんだよね。はい、もう全く。でもやってることは潜在意識のそう思うからそうなるだけじゃないかなと思いますね。なんか俺はもう第一人者になるんだみたいに決めて居座って、あとはプロセスが勝手に作られることに乗っかるだけみたいな、めぐるにはそう見えるんですね。なるほどね。でもその2つの話を聞いてると本当に思いを決める、あり方を決めるっていうのがすごい大事なんだなっていうのがよくわかるね。そうなんです。
自分はこうありたいというあり方があって、そこにまっすぐでいる。エゴが出ようが何しようがあり方が変わるわけがない。こんな感覚なんですけど、そろそろ皆さんゴールデンウィークの最中でもありますしね。ただまっすぐに思いを見る。このシンプルな、シンプルすぎると言っていい法則を適用したらどうかなと思います。今日は恋愛絡みのお話ではないですけれども、恋愛にも大いに参考になる話ではないかなと思います。はい、そうですね。結局やることはいつもと同じで、思いを明確にする、思いを決めるって、もう本当にそれだけですよね。はい。恋愛も全く同じですよね。はい。彼と最高に幸せな私っていうあり方を決めたら、その思いにまっすぐで居続ける。ただそれだけのことがなかなかできないのもわかりますけど、それでもまっすぐで居続ける、これをやってみてほしいですね。はい。はい、それでは今回はこの辺で。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。